皆さんこんにちは、ガジログです。昨年は Nothing Phone という非常にかっこいいスマートフォンも発表されていますけども、その Nothing 率いるカールペイがですね、もしかしたら Nothing Watch というね、新しいデバイスを発表するんじゃないかという噂が出ています。まだあくまでもコンセプトモデルという形にはなりますが、今ある情報をもとにどんな感じになるのかね、ちょっと噂も含めまして話半分に留めておいていただければなと思います。とはいえですね、ちょっとこのコンセプトモデル見ただけでも期待を抱いてしまいますね。というのは仕方ないのかなというぐらいかっこよくなっています。ではどんなスペックになっているのか、そしていつ頃発売なのか、価格の予想も含めましてね、分かっている情報をまとめていきたいと思います。ということで参考にしています情報元は、詳しくは概要欄のリンクを確認お願いします。それでは本日も行ってみましょう。まずコンセプトモデルの指示を見ていきたいと思います。まず1枚目になりますが、めちゃめちゃかっこいいですね。Nothingといえばこのスケルトンというものが一つモチーフになっているわけですが、パッと見の印象としては Apple Watch のようなね、スクエア型になっていますし、もしくは Amazfit GTS4 mini みたいなデザインにも見えますね。このサイドボタンの電源ボタンだと思われるもの、そしてこちらにもね、ちょっと大きめのサイドボタンもついています。ただクリアになっていますので、金属ということではなくプラスチック関連なのかポリカーボネートなのか分かりませんけども、この辺りがね、このままであれば弱い感じはしてしまいますね。いずれこの辺がポキッと折れてしまいそうな気もします。そして背面の CG になりますけども、これはちょっとビビッときてしまいますね。かっこよすぎます。このスケルトンデザインなかなかイケてますね。そして Nothing お得意のこのフォントですね、デザインも相まって、そしてこちらのね、センサー部分のスケルトンも相まってめちゃめちゃかっこいいですね。そしてしっかり出てきましたが、サイズがね出ていますね。 45mm のサイズですよとあります。ちょうど Apple Watch でいうところの 44mm とかね、そのあたりのサイズ感だと思いますが、程よい感じにはなると思います。そしてここのねデザインを見てみますと、磁気コイルが巻いてあるようなデザインということで、ワイヤレス充電にも対応していることが求められているのかなという感じですね。そしてサイドから見たところになりますけども、こちらも美しいというか、もうめちゃめちゃ洗練されているデザインだなと思います。このまま出てきてくれても嬉しいなというぐらいになりますね。そして内部がね見える状態になっていますが、バッテリーでしょうかね、薄型のバッテリーが積まれています。そしてハプティック系なのかもしれませんが、おそらくロータータイプではないバイブを積まれているような感じになっています。そしてこちらはねちょっとよくわかりませんが、メッシュ系の金属の部分もついています。そして背面の斜めから見たところになりますけども、この辺のねこう曲面がめちゃめちゃ美しいなと思いますね。このまんま本当出てきてくれていいなという風なデザインには仕上がっていると思います。そしてバンドを含めましてのトータルのデザインになりますが、このバンドはですね、おそらく 22mm ぐらいの幅でしょうかね、付け替えが可能なクイックリリースタイプだと思いますが、このバンド自体は真っ白のちょっとのっぺりとしたシリコンバンドのようですけども、やっぱこの辺りはですね、洗練されたバンドに変えてきてもいいのかなと思います。そしてこちらはバンドを外されているデザインになりますが、やはりですね、パッと見の印象としてはこちら弱いのかなと思います。クイックリリースの金属ピンが刺さる形になると思いますが、長期間は持たないのかなという風な印象を持ってしまいます。そして背面ね、そのまま出てきますが、この赤い部分が差し色ということでね、すごくかっこいいですね。そして材質になりますが、ここにグラスと書いてあります。また GPS と書いてありますので、当然ながらね、こういう GPS 内蔵というのがこういうスマートウォッチであれば求められていると思います。そしてセラミックケースとも書いてありますけどね、この辺はどうなんでしょうか。最近出てきましたが、セラミックガラスっていうのもありますので、これが採用されてきたらめちゃめちゃ強固なんじゃないかなと思います。よほどのことがない限り割れないということですね。というわけで次に予想されるスペックについて見ていきたいと思います。参考にしますサイトはフィクシードっていうんでしょうかね。こういったサイトの情報をもとにお届けしたいと思いますが、英語サイトになっていますので、日本語に翻訳しながらお伝えしていきたいと思います。まずこちらの英語の部分になりますけども、 Google 翻訳してお届けしたいと思いますが、 Nothing の創業者がカール・ペイと言いますけども、その方によって設立されたテクノロジー企業である Nothing はかなり長い間その製品で私たちをからかっていますとありますけどもね、私たちの期待をね、高めているわけですが、彼らの主な哲学は滑らかさ、時代を超えたもの、透明性にありますと
出ています。そして予想されるスペックが出ていますけども、まず画面になりますが、AMOLED になっていますね。アモールタッチとなっていますが、有機 EL パネルとなっています。またサイズは 1.69 インチが予想されているということで、なかなか大きめのサイズになっています。そして、Raise to Wake とありますけどね、これは持ち上げて起動ということで、腕をね、上げると画面が点灯するモードもついています。そして曲面ガラスですよと。そして解決とありますけどね、これは解像度になりますが、360×360 ということで、スクエア型のディスプレイからすると通常の解像度になると思います。また輝度ですね、画面の明るさは500から700ニットということで、この辺はね、ちょっと少なめかなという気はしますが、実用上では全く問題ないと思います。そして、ウォッチフェイス、文字盤になりますが、100種類以上が用意されていると予想されています。また、耐水性や防塵性になりますが、IPX67 対応ということで、最高規格にね、それぞれ対応してますよということですね。そして、スポーツモードも150種類以上ということで、本当でしょうかね。これはかなりスマートウォッチとしては最高レベルの数だと思います。そして、光心拍センサー、また血中酸素ですね、酸素飽和度、また血圧とありますけども、血圧はやはり難しいと思われます。心拍数と血中酸素、SpO2 の測定はもちろん大丈夫ですね。そして Bluetooth は 5.1 ということで、最新規格の 5.3 ではないようです。また GPS と私の時計を探すということですけども、GPS はね、スマートウォッチであればもうやっぱり搭載してきてほしいなっていうのはもう当然なんですけど、そして天気機能ですね。また Google アシスタントということで、Google の AI の音声アシスタントも搭載されている可能性があります。そして気になるところではありますが、バッテリーの持ちですね。スクリーンオンタイムということで、通常使用であれば7日間、またスタンバイということで、使わない場合ですね、待機時間であれば15日ほど持つということになりますが、この辺はですね、ちょっとかなりアバウトじゃないかなと思います。では今予想されていますその他の部分について確認していきたいと思います。まず設計思想ということになりますが、デザイナーのジャン・ルイ自身は時計の内部の仕組みを紹介するユニークなデザインを明らかにしました。透き通った側面を持つこの時計は時計を機能させる正確なエンジニアリングを見せることができますということで、スケルトンのことを言っていると思います。そして時計の背後にある複雑なエンジニアリングを紹介する透明なデザイン。このデザインは下腹部が透明なハイエンドのアナログ時計に似ており、内部に魅惑的で正確でありながら複雑な時計仕掛けが表示されますとありますね。ということでこのようなデザインになっています。そしてこれと同じレベルの複雑なエンジニアリングを表示するスマートウォッチを作成することにより、Nothing Tech はユーザーに同様のイフと驚きの感覚を生み出すことを望んでいます。そして期待される仕様ということですね。なしっていうのは Nothing のことになっていますけどもね、含まれるものが出ています。まず一つ目になりますが、当然ながらね、ヘルスケア関連になりますが、健康とフィットネスになります。心拍数モニターや歩数カウンターなど、最新の健康及びフィットネス技術が全て搭載されています。この時計は、ユーザーが健康とフィットネスの目標を管理できるように、睡眠、カロリー、水分補給の追跡も提供する可能性があります。全体として、ウェアラブル技術の世界への素晴らしい追加になることを約束します。ということになりますが、特段ですね、目新しい技術が入っているという感じは、ここからは見受けられません。で、次に気象モニタリングとありますけどもね、天気機能が入っているっていうことだけではないと思います。これであれば何もね、ここに載せるぐらいのものではないと思います。Nothing Watch 1にはおそらく天候モニタリングが含まれており、ユーザーは温度、湿度、およびその他の天候関連の情報を手首から直接確認できます。温度や湿度と出ていますが、このウォッチそのものでこの温度、湿度を確認できるのであればね、例えばカシオのプロトレックとかね、G-SHOCK の上位モデルとかだとこういう機能もありますけど、なかなかないわけですね。これがついていたらすごくいいなと思います。そしてこの機能は屋外で過ごす人、天気に基づいて日々の活動を計画する必要がある人、および旅行者が目的地の気象状況を確認するのに役立ちます。様々なツールと機能を備えたスマートウォッチは最新情報を入手するための多目的で価値のあるデバイスのあることが約束されていますと出ています。そしてスマートコネクティビティと出ていますが、これは一体何でしょうか。携帯電話やスマート家電へのスマートな接続を提供することも期待されていますと。ウォッチから様々なものをコントロールすることができるということだと思います。ユーザーは自宅の環境から手首から直接制御し、携帯電話から通知とアラートを受け取ることができますということで、通知のことを言っているわけですね。このレベルの利便性と機能性は、携帯電話をポケットから取り出さなくてもコントロールと接続を維持したい人にとって役立ちますよとあります。そして耐水性の情報になりますけども、最大30分間
50メートルの耐水性評価に耐えるように設計されているということで、5ATM ぐらいにね、対応していると思われます。そしてこの機能は、ウォーターベースのアクティビティの進行状況を追跡したいアスリートやフィットネス愛好家に便利さと機能性を追加しますとあります。そして5番目になりますが、Google アシスタント搭載されているんじゃないかということですね。Google アシスタントが組み込まれている予定はありませんということですが、逆についているかもしれないということになります。この機能により、ユーザーはいくつかの音声コマンドで日常の活動を管理できます。ということですね。一部のスマートウォッチではちゃんと搭載されているものはありますので、特段目新しいものではないですね。もしくは Amazon の音声アシスタントも搭載されているものを Amazfit とかね、他のメーカーもしっかりやってますので、このあたりもそんなに珍しい機能ではないなと思います。そしてより長いバッテリー時間ということで、バッテリー持続について詳しい情報が出ていますね。多くの印象的な機能に加えて、このスマートウォッチは優れたバッテリー寿命を持つことが期待されています。憶測によると、スマートウォッチのバッテリー寿命は最大7日間、待機時間は15日間になります。これは多くの場合、毎日の充電が必要な市場の他の多くのスマートウォッチよりも大幅に改善されていますと出ていますが、7日間っていうのは特段長い方ではないですし、別に短いっていうわけでもありませんので、このあたりも通常のスペックになっていると思われます。また、この Nothing List スマートウォッチ1の長いバッテリー寿命は、忙しいライフスタイルに追いつくために、信頼性の高いウェアラブルデバイスを必要とする全ての人にとって理想的な選択肢となりますとありますね。また、このスマートウォッチを使用すると、ユーザーはバッテリー寿命が尽きることを心配することなく、1日を通して接続と生産性を維持できますと出ています。そして気になるところの発売予定日になりますね。Nothing List スマートウォッチ1の発売日はまだ不明ですが、このデバイスはすでにテクノロジーの世界で多くの話題を呼んでいますということです。出ていますが、2023年後半にリリースされると推測される人もいますと。出てくるとしたらやはりそんな感じはしますよね。昨年のですね、夏に Nothing Phone 1が発売されていますので、おそらくそのあたり、もしくは Apple Watch が発売されるのは毎年9月頃になりますから、その頃に当ててくるっていうことも可能性としてはあるなと思います。その革新的な機能とユニークなデザインによりリリースされれば、ウェアラブル技術の世界で傑出したデバイスになることは間違いありませんということですね。この辺もそうですね。各メーカーが初めて出すウォッチっていうのはなかなかね、大ヒットっていうところまではいかないのが結構現状なんですよね。さすがに一発目から大成功っていうのはなかなか難しいと思います。そして次にですね、予想の価格になります。ここは気になるところでもありますね。スマートウォッチの正確な価格はまだ不明です。ただし多くのインサイダーは価格が約250ドルから300ドルになると予測していますと出ていますが、1ドル135円で換算した場合になりますが、もし250ドルであればだいたい3万4000円ほどになります。そして300ドルであれば4万円前後ということになりますので、どうなんでしょうかね。結構安めなのかなというふうに感じられます。そして透明なデザインやバッテリーの寿命の延長など、陶器化によってからかわれた印象的な機能を考えると、この価格帯はそれだけの価値があると予想されます。もちろん正確な価格が発表されるまで Nothing List スマートウォッチ1がいくらになるかを正確に知ることは難しいですよとありますね。そしてただし噂されている機能と機能に基づいて信頼性が高く高品質のスマートウォッチを探している消費者にとって人気のある選択肢になる可能性がありますということですね。人気になることは間違いないかなと思います。ましてや Nothing っていうブランドだけで期待を持たせてくれますね。ということで、名称正しいか分かりませんが、フィクシードっていう方では、こういったね、リーク情報、噂、もしくは期待を込めて、こういった記事が載せられていましたが、いかがだったでしょうか。また、ビーハンスっていうんでしょうかね。ちょっと名称、やっぱり読み方分かりませんけども、こういったデザイン、コンセプトモデルを載せてくれていますので、ぜひ一度皆さん、リンク貼ってありますので、ご覧いただくのもいいかもしれません。とにかくめちゃめちゃ、こういったね、スケルトンタイプのスマートウォッチっていうのは、これまで見たことありませんので、Nothing が出すのであれば、さすがだなと思わざるを得ませんね。そしておそらくどっか光ってくれるんじゃないかなっていう気もします。背面が光ってもね、このタイプだと腕に当たる面なので仕方ありませんけども、例えばこういうね、側面がこのディスプレイの周りのベゼル部分が光るとか、こういったね、ボタンの部分が光るとかあっても面白いのかなと思います。このあたりは私たちの予想を上回るコンセプト、もしくは技術やデザインを採用してきてくれたらめちゃめちゃテンション上がりますね。ということで今回はまだ噂の段階ではありますけども、期待を込めて Nothing Watch 1
というね、ちょっと名称をつけてしまいましたけども、こういったモデルももしかしたら出るんじゃないかということでお伝えしました。今年2023年出るのかどうか期待をして待ちたいと思います。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。